皆さん、こんにちは。本物の外科医の北原博人です。今回は、アメリカ留学を目指す学生や医者にとって有用な動画になってますんで、ぜひご覧ください。それでは、アレックス、お願いします。皆さん、こんにちは。旭川医科大学医学部医学科5年のアンダーソン・アレクセイジと申します。普段はチーム和田学生メンバー代表として、日本から世界へ挑戦する医療系学生の仲間たちと一緒に活動しています。今日はその一環として、在日米軍基地フェローシップのリアルをお届けする特別企画をお送りいたします。本日のゲストである宮下渚先生は、国際医療福祉大学医学部医学科第1期生としてご卒業後、国際医療福祉大学成田病院で初期研修を修了され、現在は青森県三沢空軍基地病院でチーフフェローとしてご活躍中です。在日米軍基地病院でのフェローシップは、米国留学の登竜門とされますが、本日はその一つである三沢空軍病院についてお話しいただきます。宮下先生、よろしくお願いいたします。Welcome to Misawa Air Base 三沢基地病院に興味を持ってくださってありがとうございます。私は今年度の三沢空軍基地病院のチーフフェローの宮下渚と申します。今回はこのプレゼンテーションを通して少しでも多くの方に三沢基地に興味を持っていただけたら嬉しいです。本日のアジェンダになります。こちらの三沢っていうロゴは、空軍基地に入る手前にあるロゴで、これは春、東北なんでちょっと桜咲くの遅くて、4月22日にちに撮ったお写真になります。三沢基地の一番最大の特徴は、やっぱり三沢っていう場所にあることなんじゃないかなと私は思っていて、私自身見学に行くまで三沢がどんな場所か知らなかったっていうところなので、今回少しでも知っていただけたらと思って初めに説明させていただきます。三沢は青森県にあるんですが、青森県のここ右側にあります。で、やっぱり北国、青森県で北国なので、夏でも最高25度、最低19度と、気温は低め。で、やっぱり12月から3月にかけては雪が降ります。で、海鮮が本当に美味しくて、この左のお写真、冬のホッキ丼のお写真、これは本当に絶品だそうです。それから、青森県は、温泉の数が全国で1位。で、三沢市もすごく多くて、市内で10カ所、基地から車で10分以内に8カ所もあります。ここからは、三沢の空軍基地病院の説明をさせていただきます。三沢空軍基地病院のプログラム創設は2010年、病床数は12床、で、年間の日本人フェローの受け入れ人数は3人になってます。で、ローテーション可能な科は以下の通りです。右側はフライトメディスンのクリニックの廊下の写真で、基地内には最新鋭の F35 っていう戦闘機があるのが三沢の特徴。これは映画のトップガンマーヴェリックに出てくる戦闘機よりも強いというものです。日本ではここにしかありません。で、私たちフェローが最も関わる課としては、アージャントケアサービス、救急外来というものがあります。ここにはファミリーメディスンの専門医5名が所属していて、で、数ヶ月に1回、他の基地のエマージェンシーデパートメントの専門医が指導にいらっしゃってくださいます。あとは、この三沢基地の特徴だと思うのが、CT や最低限の入院施設はちゃんとここにあるので、初期評価を一応することが可能だという点が特徴です。そして、この先ほど申し上げたアージャントケアサービスの中で重症な患者さんだったり、追加の検査がもっと専門的な検査が必要な患者さんがいらっしゃった場合は、私たち日本人フェローの出番、搬送ということになります。で、三沢基地の搬送については、搬送件数は月に10から15回ほど、で、30日を全部誰かがオンコールに入るようにしているんですけど、3人で分担して行っています。で、主な搬送先としては、三沢市立三沢病院、これが一番多くて、救急車で10分で着きます。で、他には三沢市立市民病院、こちらは少し大きな病院で、救急車で40分。で、その他としては、稀に十和田市だったり、青森市、それから弘前、岩手に
搬送することもあります。で、通訳さんの手厚いサポート付きと書かせていただいたんですが、一般的に、通訳さんはいらっしゃる基地といらっしゃらない基地があると思うんですけど、私たちの場合、搬送の流れとしては、まず、英語でアメリカ人士から来てっていう電話が来たら、基地に駆けつけて、アメリカ人医師からのプレゼンを聞いて、で、その内容を日本の病院にコンサルトして、で、そちらが受け入れてくださるって言ってくださったら、一緒に救急車に乗って、フェローも病院に向かいます。で、その場でまた簡単に日本人医師に引き継ぎをしたり、その場で例えばエコーをするってなった場合に、いきなりジェルを当てられると患者さんもびっくりすると思うので、私たちが細かな通訳をして、今からジェルを塗るけど、ちょっと冷たいよとか、そういうのを英語で言ったりします。で、大体の引き継ぎが終わったら、私たちは帰って良いということになっていて、ここで通訳さんたちが、あの、入院に、入院の説明などを私たちフェローが残ってしなくて、通訳さんたちが引き継いでやってくださるっていうところが、この基地の特徴なのかなっていうふうに思っています。すごく基地の通訳の皆さんと私たち仲良くしていて、もう一緒に協力して搬送しているという形です。こちらは私たち三沢フェローの一日のグラフです。これは私の一日を示させていただきました。私はだいたい朝4時半に起きて、5時からクロスフィットっていう、基地内の筋トレクラスみたいなものがあって、そちらに参加してます。で、1時間くらいみんなで爆音の BGM の中、同じダンベルを上げたり、みんなで筋トレをして、それが終わったら朝ごはんを食べたり、書類作業をして、で、9時頃からだいたいシャドーイング。で、外科を回ってるフェローもいるんですが、外科を回ってれば手術助手をしたり、で、私は内科や小児科を回っているので、問診だったり、その問診した患者さんに関する簡単なプレゼンテーションを上級医にさせていただいたりしてます。で、その後4時から6時まで復習したり、書類作業したり。で、6時からはだいたい、オンコールがない日は毎日温泉に行きます。もう家で温泉入るよりも、家でお風呂に入るよりも、車でさーっと温泉に寄った方が早いし、やっぱりリラックスできるので温泉がみんな歴代フェロー大好きです。青森県のこの形をした風呂道具インカーというロゴが私の車にもついていて、はい、みんな温泉大好きです。で、7時から9時までくらいは夕飯食べたり、あとは書類作業を行って9時には就寝することが多いです。ここからはキャリア支援と卒業生の進路についてお話しさせていただきます。キャリア支援については、アメリカ人医師による柔軟な進路支援があったり、もちろん推薦状を書いてもらえたり、あとはもちろん US クリニカルエクスペリエンスができます。アメリカ人医師による柔軟な進路支援っていうのは、4月に私たちのこのフェローシッププログラムが始まったら、プログラムディレクターが、今年はどんな一年にしたいって、あなたたちはどんな風な過ごし方をしたいっていう風に聞いてくださって、それは結構フェローそれぞれ、人それぞれで、今年はマッチイヤーですっていう人もいれば、英語の勉強にフォーカスしたいっていう人、または USMLE に今年はフォーカスしたいっていう人もいて、それぞれどんな風に過ごすか、どんなサポートができるかっていうのをプログラムディレクターが話してくださいます。そして、進路としてしましては、毎年1名以上米国レジデンシーにアプライしていて、で、あと、人によっては、この1年を終えた後に日本で後期研修を始めたり、元の職場に戻る方もいらっしゃいます。こちらはフェロー応募の流れになります。詳しくは、三沢エアフォースフェローシッププログラムっていうふうに調べていただくと、ホームページに詳細が載っているので、そちらもぜひ確認していただきたいんですが、7月末までに、大体応募の受付があって、メールアドレスに送るフォームと、郵送で送る資料も、書類もいくつかあります。で、7月末から8月頭に面接、現地での面接とバーチャルの
オンラインの面接の2つがあります。そして、英語で面接は行われます。そして、それに合格できた場合は、翌年の4月からプログラム開始ということで、はい、1年間のプログラムが始まります。これから三沢区軍基地病院の受験を検討してくださる方々に向けて、私たちから少しアドバイスさせていただくと、パーソナルステートメントや履歴書は時間をかけて丁寧に作成してください。それから面接では提出書類に関して質問されることが多いので、事前にどんな質問が考えられるかを想定して、答えはある程度用意してしっかり練習していらっしゃることをお勧めします。見学の機会についてです。私たちは、オープンハウスとエクスターンシップっていうイベントがあります。実はエクスターンシップは、今年から始めたイベントになって、オープンハウス、エクスターンシップ両方ともちょうど先週行われました。で、オープンハウスはどんなイベントかというと、私たちフェローが初めに三沢基地についてお話しして、その後、プログラムディレクターがホスピタルツアーをして、病院内を皆さんにご案内して、その後ご飯会をしたり、あとは私たちフェローが基地内の施設を車でご案内したりします。で、エクスターンシップについては今年からの取り組みで来年また行われるかはちょっと定かではないんですが、そのオープンハウスの午後から翌日にかけて、今年応募する方のみを対象に希望する診療科でのシャドーイングをしていただきました。最後に、現フェローに聞く三沢の魅力とはということで、私たち今年のフェロー3人から、魅力をお伝えさせてください。まずはじめに、和気あいあいとした雰囲気。これはやっぱり、横須賀とか沖縄のような大きな病院では私たちはないんですけれど、だからこそ、このコミュニティがある程度クローズな中で、アメリカ人医師とも日本人フェロー同士も病院スタッフみんなで仲良くする雰囲気があるので、それが特徴です。それから先ほど申し上げた通り、目的や状況に合わせて1年間のプランを作ることができます。さらに、アメリカ人医師の皆さんはもちろんですけど、その他の、スタッフの方々、米軍の基地のスタッフの方々もみんな日本が大好きで、日本人に本当にお優しいです。特にプログラムディレクターは日本人も日本も大好きで、毎朝温泉に行ってから病院に通勤していらっしゃいます。最後に豊かな自然と利便性。やっぱり先ほど地図で示した通り海際なので海があること。それから本当に自然は豊かです。で、自然がありつつも、利便性も良くて、車は確かに必須なんですね、どうしても。車は必須なんですけど、車さえあれば5分おき以内くらいにコンビニがあって、大体。で、あとドラッグストア、スーパーも5分以内くらいにそれぞれあるので、かなり過ごしやすいなって今のところ感じています。ということで、ぜひ三沢空軍基地病院一度見学にいらしてください。ご清聴ありがとうございました。宮下先生、発表ありがとうございました。豊かな自然やその温泉の話を聞いて、私もぜひ三沢に見学行きたくなりました。ありがとうございます。ぜひ来てください。早速3点ほど質問させていただきます。はい。1つ目に、フライトメディスンクリニックのお写真があったと思いますが、はい。具体的にフライトメディスンについて詳しく教えていただけますでしょうか？はい。フライトメディスン。これはやっぱり空軍基地ならではの医学で、フライトメディスンは主に、パイロットの方のための医療となっていて、パイロットの方は、すごい高速、高い速度で低い気圧、それから低い酸素濃度の中、いられるということで、そういった環境の中での人体への影響に関する医学となっています。で、例えば、頭痛の方が主訴として多いんですが、それは、戦闘機に乗ってすごい角度で走るんですね、戦闘機は。その中で、なんか普段私たちが受けてる重力の9倍の重力がかかる。
ということで、それが主に頭と首に一番きやすいということで、頭痛の方はよくいらっしゃいます。で、それと、あとは予防医学的な面も大きくて、パイロットの方が健康でいられるように、しっかりスクリーニングをしていくっていうのも、フライトメディスンの役割なんだそうです。はい。ありがとうございます。普段日本の病院ではなかなか聞けない話だったので大変勉強になります。はい。2点目に、フェロー1日のスライドについて、はい。このケースプレゼンテーションやこの問診に挑戦とありますが、これはアメリカ人の医師の方にこの指導していただくっていうことでしょうか？はい。アメリカ人医師のシャドーイングをしている中で、あの、私は、問診は積極的にさせていただきたいっていうふうに言っておいて、で、ちょうどいい症例があった時に、じゃあこの症例は問診してみようかって言われて、で、アメリカ人医師に紹介してもらって問診をして、で、そのサマリーのような軽いプレゼンテーションをアメリカ人医師にして、それでフィードバックいただいて、ここについても聞けたらよかったよねっていうことだったり、この表現は、プレゼンはこっちの方がいいよっていうアドバイスをいただいたりしています。ありがとうございます。朝からトレーニングもして、プレゼンテーションの練習もして、これを1年間続けたら、心技体すべて強くなる気がします。すごい魅力的な環境ですね。ありがとうございます。3点目に、この見学の機会についてのお話があったと思いますが、こはい。のオープンハウスなどの見学は、医学生の時点からも参加することは可能でしょうか？そうですね。実は今年のオープンハウスは告知するのがかなり遅くなってしまって、あの、お医者様方調整日程調整できるかなって思って、学生の方も5年生以上って投資をしてたんですね。だけど思ってたよりやっぱり、お医者様方からの応募もたくさんあって、なのでかなり早々に締め切らせていただいたっていう形になっています。来年どうするかについては、また来年のフェローたちが考えると思うんですけれど、やっぱり人数がたくさん来ていただきたい気持ちがありつつも、たくさんの方を呼びすぎてしまうと、お一人お一人への対応が難しくなってしまうっていうところで、私たちもちょっと悩みながら、募集をさせていただいています。ありがとうございます。丁寧に回答していただいてありがとうございます。北いえ、原とんでもない。先生の方から何かありますか？素晴らしいですね。温泉がそんなに近くにあって、毎日のように行けるって、僕は温泉大好きなので、おそらく僕がもし、今ある米軍病院の中でどれか一つを選べと言われたら、今のところ、三沢空軍病院一択かなというふうに思っています。先生、ありがとうございました。いえ、ありがとうございます。本日は知られざる三沢空軍病院について宮下先生がお話ししていただきました。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。